今回はタロットカードの5枚目、皇帝の意味をもとにお話ポンが独断と偏見で現代調にアレンジしました。どうぞ最後までお楽しみください。それではシリーズタロットカード物語アルケミア第5話スタートです。カードナンバー4、皇帝。俺の名前は辰巳。龍が美しいと書く。なんでこんな名前なのかというと、父親が龍のように強い男になるようにと願い、母親は女の子のように優しく美しい子になるようにと願ったそうだ。そのため男性的な龍の字と女性的な美しいという字が使われたそうだ。とはいえ本当の俺は名前とは全く違って龍のような強さどころか何をしてもダメな人間で、美しさには程遠いごく普通の男子へと成長した。俺には兄が2人いる。これが兄弟とは思えないほどの秀才で、顔だって母親譲りで美形だ。小学生の頃には野球チームに所属し、2人ともレギュラーに選ばれた。中学になると野球をやめて、長男はテニス、次男はサッカーに打ち込んだが、これまた素晴らしい成績を収めた。スポーツ万能で、朝から夜まで部活で汗を流しているのに、どうしてなのか2人とも勉強もできた。両親はそんな2人の兄を誇りに思っているようで、兄たちに怒っているのを聞いたことがない。そして俺はどうやら兄たちが親のいい遺伝子を全部持っていったようで、残っているのはカスだけ。おかげで運動なんてまるでダメ。勉強だって下から数えた方が早いくらいだ。その上、どうやら俺は病気らしい。幼稚園の頃にあまりに兄たちと成長の速度が違うと、母が半狂乱になり、俺を病院に連れて行ったそうだ。すると発達障害と言われたらしい。医者は両親に、怒らず褒めてあげてください。褒めることでいい経験を積み、それが自信につながりますから、と助言してくれた。おかげで俺は何をしても失敗ばかりだったが、一度も怒られたことがない。怒られないのは嬉しいが、その代わり何もさせてもらえなくなった。兄たちが友達と電車に乗って遊びに行きたいと言ったとき、母親はお小遣いまで持たせて了承したが、俺が同じことをしようとしたら、全く聞く耳を持たず、危ない、何があるかわからない、と否定された。何もさせてもらえない。それどころか何もできないのだから、何もしなくていいと決めつけられるのは結構つらいものがあった。母親の口癖は、辰巳ちゃんは何もできないんだから何もしなくていいの。お兄ちゃんたちと同じことなんてできるはずないんだから、だった。小学生の時にサッカーチームに入りたいと言った時も、辰巳ちゃんには無理でしょと言われ、中学生の時に一人で買い物に行きたいと言ったら、途中で迷子になったらよその人に聞くこともできないでしょ、ダメよと言われた。こうして俺は何もできない、俺は無能な人間だと刷り込まれていったのだ。兄たちは何でもできるが、俺は何もできない。母親が言うのだからそうに違いない。何かをやろうとすること自体無駄なことで、他人に迷惑をかけるだけ。箸をちゃんと使えず、
食べ物を床に落としても、ほら、やっぱりできないでしょと言われ、コップを倒しても、ほら、辰巳ちゃんは病気だからできないのよ。プラスチックのコップで正解ね。と言われた。俺はどんどん俺という人間を否定するようになっていった。中学に進学するとき、母親が言った。中学受験をしましょう。それを聞いて、この人は何を言ってるんだろうと思った。中学受験なんて、小学生の低学年からしっかり勉強してこなければ、到底受かるものではない。俺は病気なのだからできなくて当たり前だと言われ続け、勉強なんてしなくても大丈夫だからと、無理にさせられることなんてなかったのだ。おかげでテストの点数なんて2桁を取ったことがない。そんな俺が受験だとか笑うこともできない。大丈夫よ。そのためにこの6年間お母さんは準備をしてきたんだから。どうやらそれなりのパイプを持っているようで、お金を払えば入れてくれる学校があるらしい。私立中学ならではなのか、結構そういう手合いが多いという。この先高校受験なんて辰巳ちゃんにさせられないわ。今ここでお金を払っておけば、あとは普通に通学しているだけで高校に行けるし、大学だって行けるのよ。辰巳ちゃんのような何もできない子にはうってつけの学校じゃない？兄たちは普通に小学校を卒業した後、公立の中学校に行き、高校も自分たちで望むところを受験した。だが、俺にはそんな選択肢なんて存在しないらしい。俺は無表情に「うん」とうなずいた。どうでもよかった。どうしても中学には行かなければならないし、せめて高校くらいは出ておかないとならないと思っていたから、ちょうどよかったんだ。俺のように何もできない者は選ぶ権利なんてないんだから。ところが、この選択が俺の人生を大きく動かすことになったのだ。中学は親に言われるままに進み、高校もエスカレーター式に付属高校へと進学した。中学時代の友達がそのまま高校にもいるわけだから、何かが変わったという感覚もないままの高校生活がスタートした。ところが、高校は確かに中学の頃の友達がそのままいるが、別の高校を選んだやつもいた。別に友達が一人や二人いなくなったところで何の問題もない。しかしその逆もあった。外から入学してきたやつだ。どうやらうちの学校の自由な校風に憧れて受験してくるやつがいるらしい。確かに自由な校風ではあるし、そうでなければ俺のような何もできないやつがいられるわけがない。そして新たなクラスメートの顔ぶれの中にやつがいた。名前を矢野正一。髪を真っ黄色に染めて、高校生なのにピアスをじゃらじゃらつけていた。それでも文句を言われないのだから、確かに受験したくなるだろうな。よ、俺矢野正一、これからよろしくな。俺の席の隣になった正一は初日から元気がよかった。なんかさ、自由な校風とかってパンフレットに書かれてたからさ、ここ受験したのにまさかのピアス3個までとかありえねえだろ。いや、両耳合わせたら6個だから、そんなにつけてる生徒なんていない。鼻にもピアス刺してたのに、それもやめろって言われてよ。しかも牛じゃないんだとかって抜かすんだぜ。牛だったらいいのかってんだよな。じゃあ俺牛になろうかなって言ったんだよ。
そしたら牛は裸だが、それをしたら公然わいせつで逮捕されるぞって脅かしやがんだよ。鼻にピアスの話題だけで20分も話していた。さすがに飽きたけど、見た目からして不良だけに、俺は何も言えずにヘラヘラと笑っているしかなかった。どうせ頭の中は俺と同じで空っぽなのだろうし、大金を払って入学した口だろう。しかし、それがとんでもない誤解だと後で分かった。なんと、その後のテストで軒並み100点を取っていくのだ。さらには、こんな簡単な問題ばかりなのこの学校とか、クラス中に聞こえる声で言うのだ。反感買うからやめた方がいいと言っても、反感？だったら俺と勝負して、俺が負けたら謝ってやんよというのだ。勝負と聞いて、おとなしいうちの生徒たちは尻込みしたが、勝負の内容を聞いてさらに尻込みした。なぜならテストで10回連続100点を取るとか、校庭を50周走るとか、先生のお尻を蹴飛ばすとか、とにかくはちゃめちゃなのだ。そんなのに挑んで勝てるはずはなく、誰も挑む者はいなかった。頭も良ければ体力もあり、スポーツも万能ときている小一は音楽にも興味があるようで、入学して1ヶ月と経たずに俺にある提案をしてきた。よう、バンドやらねえか？へっ。俺さ、中学の頃からバンドやってたんだよ。でもさ、高校に進んでメンバーとバラバラになったから、同じメンバーで活動できなくなったんだよ。で、この学校でもメンバー集めようと思ってさ。いや、俺は何もできないから。嘘だ。そうやって手よく断るのはよくないよ。嘘じゃないよ。俺は母親からも何もできないからってずっと言われてきて、だから俺には無理だよ。なんで何もできないって決めつけられてんの？それでお前としてはいいのか？俺は発達障害だからしょうがないんだよ。さすがに病名を聞けばひるむかと思った。これでバンドなんてやったら母親に何と言われることか。やってみたいとは思っても、散々母親からダメ出しをされてきたものとしては、何かに挑戦するなんてとんでもないことなんだ。で、お前は自分のことを発達障害だと思ってんの？え？まあ100歩譲ってそうだったとしても、今のお前を見てる限り障害ってほどには見えないけどな。でもやりたくないなら誘わないけどさ、お前ならできると思ったから誘ったんで。やりたくないわけはない。それにできると思ったからという言葉が俺に刺さった。今まで俺にそんなことを言ったやつは一人もいなかったのに。そんなに病気のことが心配なら俺についてこいよ。白黒つけてやるから。どうやって白黒つけようというのか、小一は学校が終わると俺の手を引っ張るようにしてある病院へと連れて行った。それは大きな建物で総合病院とあった。ここは？ああ、俺の親父がやってんの。俺跡取りだからさ、大学を卒業したらここで医者やるつもり。なんとも軽く言っているが、かなり大きな話だ。小一はどんどん奥へ入っていくと、受付で名前を告げた。すると受付をしていた女性の顔色がさっと変わり、すぐに院長室へと連絡してくれた。正一様、じきにお父様がいらっしゃいますので、そちらでお待ちください。そう言うと、事務所の中でも奥に置かれているソファーを指さされた。いいよ、そういうの。
面倒じゃん。あっちで待ってるからさ、親父が来たら教えてやってよ。でも、押し問答を繰り返していると、奥の廊下から恰幅のいい白衣を着た男性がやってきた。正一は軽く手を挙げた。なんだ、珍しいな。小遣いでもせびりに来たのか？だったら清掃担当に口を聞いてやるぞ。そうじゃねえよ。これ、俺のダチでさ、親に発達障害だって言われて何もさせてもらえないんだって。俺、こいつのことバンドに入れたいんだけど、本当に障害があるのかどうか見てよ。なるほど。男性はじっと俺を見ていたが、間もなくこっちへと一言言うと、俺を診察室へと招き入れた。しばらく雑談を交わし、軽いテストのようなことをさせられたが、たったそれだけで男性ははっきりと言った。辰巳くんだったかな。確かに発達障害だろうね。ただし軽度だ。このくらいの状態の人はたくさんいる。大人になれば隠れてしまってわからなくなる程度のものだよ。何も心配はいらない。でも親御さんが何と言ったかは知らないがね、私の診断は言った通りだ。今はいろんな病名があるからね。昔なら変な人って言葉で片付けられる程度のものだよ。それよりもやりたいことをやりなさい。経験を積み重ねることでいろいろなものが見えてきて、病気なんてわからなくなるよ。だよな。ほら、俺の見立てと同じじゃんか。何でも病気にするからいけねえんだよ。正一は大きな声で笑って俺の背中を叩いた。それからも俺の中に母親がいて、常にダメな子、何もできない子と繰り返していたが、俺は正一の力強い推しのおかげでバンドメンバーに加わることになった。小さい頃から母親がせめて一つくらいは何かさせないとやらせてくれたのがピアノだった。それだけは俺も楽しくてずっと続けてきたのだが、そのおかげでバンドではキーボード担当ということになった。今まではピアノの練習といえばクラシックしか弾かせてもらえなかっただけに新鮮で楽しかった。しかも仲間が口を合わせるようにして俺の奏でる曲をうまい、すげえ、プロじゃんと褒めたたえるものだから、俺は有頂天になっていった。そしてもっとうまくなりたい、もっと仲間から褒めてもらいたいという気持ちが湧いてきて、家でも練習するようになったのだった。しかし練習が許されるのは母親がいない時に限られていた。もし俺がクラシック以外の曲を弾いていようものなら、あの人はどう思うだろう。だから母親が留守を狙うしかなかったのだ。その日も母親が出かけた隙にと練習を重ねていた。祖父が入院したからその見舞いに行くと言っていたので、帰ってくるのは遅くなってからだろうと思っていた。母もそのつもりだったらしい。これなら思う存分練習ができると思っていたのだが、物事は思い通りにはいかないようで、2時間もすると母親が帰ってきた。ところがあまりにも練習に夢中になっていたため、俺は母の帰宅に気がつかなかったのだ。俺は母親が居間の入り口で驚きの表情を隠せずに立っていることに気がつかぬまま、さらに激しく鍵盤を叩き続けていた。やっと曲が終わった時、母の怒声が響いた。辰巳ちゃん、あんたなんて曲を弾いてるの。そんな下品な曲は辰巳ちゃんには似合わないでしょう。何もできないからこそ、せめてピアノくらいはできるようにって習ってきたのに、せっかく弾けるようになったらそんな下品な曲を弾くなんて。俺は
下品な曲と言われたことで怒りが湧き、鍵盤に置いた指が震えるのが分かった。何か言い返そうにも今までのことがよみがえり、母にダメな子と言われ続けた自分に何が言えるのかと言葉にならなかった。ところが母の後ろから大きな拍手がしたのだ。見ると兄たちが母の後ろで盛大に拍手をしていたのだった。うまいなあ、さすが辰巳。そんな激しい曲が弾けるなんて見直したわ。ショパンだのベートーベンなんかよりよっぽど楽しいじゃないか。そんな。母さん、辰巳は何もできないわけじゃないよ。本当はすごい才能の持ち主かもしれないじゃないか。それを潰してるのは過保護すぎる母さんのせいなんだよ。なんで私が。やれることもやらせずに否定ばかりされてたら、辰巳だって自分は何もできないと思い込んでやらなくなる。やることが怖くなるんだよ。いい加減自由にさせてやれよ。そんな。何でもかんでも私が悪いって言うの？だったら好きにしなさい。泣いても知らないからね。母はそう言うと寝室に閉じこもり、しばらく泣いていたけど、俺は兄さんたちがまさか俺の味方をしてくれるなんて思ってもいなかっただけにびっくりだった。このことがきっかけとなり、俺は大っぴらにバンド活動に突き進み始めた。それから数ヶ月後、正一がボーカルをやってみないかと言い出した。さすがにボーカルは無理だろうと思ったのだが、俺は挑戦してみることにした。できるかどうかじゃなく、やりたいかやりたくないかだ。できないからと尻込みし、やりたいこともやらずに終わるなんてもう嫌だと思ったのだ。聞き慣れた曲をバンドの演奏をバックに思いっきり歌ってみた。すると俺の中から溜まっていたものが吹き飛んでいくような気がした。歌い終わった時、俺は放心したようにマイクを握りしめていた。こんな下手なやつが歌ったのだから、メンバーはさぞかし怒っているだろうと思ったが、俺は気分が良かった。ところが歌い終わるとメンバーから大きな拍手が起こったのだ。いいじゃないか。やっぱりな。俺の目に狂いはないな。お前のキーボードを聴いてて、もしかしたら歌もいけるんじゃないかと思ってたんだよ。この間も鼻歌歌ってるのを聞いて、これは一度本気で歌わせてみようと思ってな。そうだったの？でもボーカルはいるから。それがさ、こいつメンバーから外れることになってさ。なんで？海外留学が決まったんだよ。すげえよな。異国の地で一人で勉強なんて寂しいだろうに。本人ははにかむように笑っていたが、やりたいことが見つかったからできるうちに挑戦したいんだよと言っていた。でも俺が抜けたらこのバンドはどうなるのかと心配だったんだ。辰巳の歌を聴くまではさ。これで心置きなく俺は俺の夢を追いかけられるよ。辰巳、頑張れよ。そう言った彼は晴れやかな顔をしていた。やりたいことが見つかったからやる。それが一番なのだろうけど、俺にはまだやりたいことがわからないままだ。ボーカルが抜けたことで俺がメインボーカルになり、新たにキーボードメンバーを加えた。そうしてバンドは再スタートを切ったのだった。いつかは正一だって大学受験のためにメンバーを辞めることになるかもしれない。医者になるためにバンドを辞めると言い出すかもしれない。それでも俺はここで歌い続けたい。何言ってんだよ。医者になるからやりたいことをやめるなんて俺の辞書にはないね。俺は医者になって有名なバンドマンになるんだ。
小一ならできるかもしれない。医者でありながらバンドマンとしても。俺も小一のように自分がやりたいことを無理だと諦めるのではなく、目標に向かって走り続けたいと思う。未来なんてわからない。それでも俺ができることを精一杯頑張ろうと思う。いかがでしたでしょうか。このカードは目標や夢があるのなら前向きな行動をとり、続けることこそ大切であることを告げています。面白かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それでは次のお話でまたお会いしましょう。